おはようございます。おはようございます。斉藤です。はい。現在ですね、セントレアの方に来ております。愛知県。ということは何でしょうか。年2回のあれです。年2回のあれに来ております。フィールドスタイル。はい。秋のフィールドスタイルにやってきました。そこからすぐ近くのファミリーマートに来てるんですけども、渋滞がすごくて高速の出口からちょっと逃げてきました今。一旦トイレも行きたかったんで、これから入場の渋滞に巻き込まれないといけないんですけどもね、いつ入れるか。そうなのよ。今回のフィールドスタイル完全にお客さんで行くということで、イエーイ、はい、久々のあの企画やってみたいと思います。ハルピンはお小遣いで何を買いますかシリーズ。やったーちょっと待って、お金を。やったー。今回はハルピンさんこの度イベントもあって頑張りましたということで、ご予算の方を2万円。やったー、ありがとうございますじゃらーん。そちらの予算で遊んでください。ボーナスや。はい。タロちゃんは？僕は別に欲しいものないんでということで、はい、ハルピンのお小遣い2万円。イエーイ。まあちょっと危ないんでしまっておきますね。もう決まったも同然です。そうだ。下見してきちゃっております。今回は秋のフィールドスタイルに潜入してみようと思います。その前にちょっとね一つお仕事差し込みさせてください。はい、ちょっと後ろ見てもらって今日ねニコメリお留守番パターンですので、それだけが寂しいです。そうまあほんと久しぶりじゃない、ニコメリ留守番で撮影来るなんて。セントレアまで家が近くなったので、そうだね、そうお留守番がね可能となってしまいました。でちょっと見てください、後ろこんな感じで今日ちょうどね片付いてるんで、確かに物がない、そうなんですよ。ということで時間は現在11時半ぐらいおー結構時間がなくなってますよね、11時ぐらいに着く予定がまず30分渋滞してたのと、多分こっから1時間かかるかもだよね。なんか別の駐車場に止めてさ、歩きで行きたいわ。本当だよね、それでもいいぐらいの今日荷物量なんで、多分1時間かかる。なんか駐車場もやばそうだもん。ちょっと今回ねこれなんだこのピップエレキ板みたいなやつは。ピップエレキ板つけまして、これがいつもパーンと落ちてきちゃってたんだけど、もうピップエレキ板で磁石でつくようになったんで簡単になりました。そう前はこの金具でね、押えてたんだけど、もうこの金具いらないっていうね。まあね、はい、完璧くんです。はい、この電気毛布、冬用に持ってきました。これ最強。はい、それと、ベッドはいつも通り布団ファクトリーさんのベッドで、これ新しく使ってます。横寝枕。そうこれ最強、横寝枕。僕横にこうやって寝る人のためのね、フィット感半端ないよね。半端ない、これ本当に首痛くならないし、横に寝る人は特にね、これ試してほしいな。これは夏はさ、枕に使ってたんだけど、冬はこの中に実はこう冬用のナンガのシュラフが入ってます。オーロラ600かな。これが1人1個入ってるんで、これで冬は寝ております。なんでなんか枕が4個みたいに見えるんだけど、収納が楽なんですよ。この802プロダクツさんの枕カバーにシュラフをしまうということが。であとはまあ一緒なんですけど、この間のこれご紹介したやつです。エコフローの新作のさデルタ3プラス、ね、これが、約 2,3 週間お借りして使ってますが、やっぱすごい調子がいいのでちょっと今回持ってきております。というよりいつも車中泊でこれも持ってく感じかな。例えばこの間みたいにエブリィで1泊とかだったらこれ1個でいいんですけど、電気毛布これとか使ってもちょうど1泊持つ感じで、テント用っていうかね、キャンプ用テント用にこれを持っていく感じですね。今一番ヘビーに使ってます。やっぱこれが見やすくてめっちゃいいよね。見やすい、見やすいし、心もとないかもしれないっていう小さいサイズを持っていくよりは、この容量のバッテリーがあると安心です。そうですね、持ち運べるし、だから冬のキャンプとか車中泊でも、まあ1泊ならこれだけでも全然大丈夫かなと思ってるんですよ。でやっぱね静か、
すごい静か、ファンの音はするけどたまにでも全然やっぱいいですね。私はもうコンセントも USB もここに前についてるっていうのがやりやすくて好きです。でこの間ねエブリィで車中泊した時に思ったのは、シガーソケットだけ裏にあるのよ、シガーソケットってうちは何に使うかというと冷蔵庫、冷蔵庫回すのにコンセントじゃなくてこれで回してるわけで、コンセントで回すとインバーターっていう機械を使うんで、この中に入ってるんだけどそれも一緒に回るから、電力が結構早く減っちゃうのね。なので冷蔵庫を買ったりするとだいたいこのシガーソケット用のケーブルがついてるんで、これで回してあげると結構効率よく回せるっていうのがあって、この間これを裏側にこうつなげてずっと使ってたら、つなげっぱなしだから見えなくてよかったです、なるほど、確かに、シガーソケットだけが後ろにあるから、画期的でしたね。いろいろスマートですね。スマートになった。でこれが1泊用、キャンプ用って感じ。今回はちょっとこれ実はずっと使ってたんだけど動画に出してなかったので、これもエコフロー、これデルタ2マックス 2000W のやつをロング用に使ってます。ロング車中泊1週間とか行く時に使わせてもらっていて、これだけは紹介したことあるんですけど、実はこの後ろにちょっと見えるかな、あそこに見えますか？見てるこっち、あそこにエクストラバッテリーっていうプラス 2000W、 デルタ2マックスで2000、エクストラバッテリーで2000で合計 4000W の電気を積んでおります。前にエコフローのデルタ3のめちゃくちゃでっかいやつ、船みたいにでかい船みたいなやつ、こんぐらいあるやつ、あれをやった時にあれも 4000W だったのかな。で僕だったら車中泊に現実的なのはこのパターンかなっていうのを言ってて、2連結デルタ2マックスに後ろに下でもいいんだけどエクストラバッテリーをつなげるっていうパターンが車中泊としては現実的かなっていう話をしていて、それでちょっと今回ロング用に使わせてもらっております。逆に質問なんですけど、4000を1体積むのと2000を2体積んだことによって何かしら充電スピードだったり減り方だったり、やっぱり4001体の方がいいんだよねっていうことってあるんですか？4001体の方がいい部分としてはやっぱ充電が早い、同時に出す出力とかが 4000W の方が強いですけど。なるほどね、個人的にはそんな使わないから、車中泊で、なので全くこっちで問題ないかなっていう。前のでっかい方だとちょっとオーバースペックかなっていう。なるほど。家にね置いとく蓄電池としてはいいかもしれない。家のソーラーパネルとかから入ってきた電力を貯めておけるようなシステム組めるんだよね、でもそこまでやんないから、そうするとその機能いらなくて、その分ちっちゃい方がいいかなっていう。なるほど。っていうことは、100キロの相撲さんが1人ででっかいトラックを押して動かせるよっていうのと、50キロの2人組がせーのせーのって言いながらうまいこと一緒に力を発揮しないと、100キロのお相撲さんみたいに力は出ないけど、力はやっぱりうまく出ないってことですね。そういうことですね。これがね便利なのは、エコフロー全体に使えると思うんだけど、アプリで制御できるから、ここにいつも置いてるけど冷蔵庫をここに置いて隠しちゃってるわけよ。なんだけどここでアプリでこうやって制御ができるんで、デルタ2も、デルタ3プラスも、こっちも、両方とも制御ができるんで DC ピッて入れたり、USB ピッて入れたり、そうするとここ電気ついたり、つきました、消したり、っていう風にこっちで制御ができるからすごく楽ですね。前はさ、太郎ちゃんがさ、もう細いとこ入ってってさ、引っ張り出してきてとかさ、やってた。この後ろにコンセントがあるから、デルタ2はさ AC コンセント後ろなんで、この後ろに手回してやってた。ピッて入れたり。かといって荷物の関係上バッテリーを一番前に置きたいかって言われたらそうじゃないしね。そうなのでこの後ろにコンセントつなぎっぱなしなのよ。こういうさ家用の延長コード、これめっちゃ助かっております。こういうのをもうつなげておけば、アプリで AC をオンにすれば、もうこれ使えるっていう。そう、いつもこれでね、コテとか何でもこっからやってる。そうでこの DC っていうのは、さっき言ってたこのシガーソケットなんですよ、シガーソケットも裏についてて、それはこの冷蔵庫、これにつながってますので、冷蔵庫つけたい時はこれで冷蔵庫が
電源入るみたいな感じですね。で USB はこういう電気とかにつながってるので、これでオンオフがここでねつながってるって感じ。普段はこういう風に隠しちゃうので、こういう見えない状態で使ってるので、そんな感じで使い分けております。このお借りしてるデルタ3プラスがすごい使いやすいので、この子でエコフローは、ちょこちょこセールをやってますので、もしかして冬も大セールですか？そうやってるタイミングがあるんで、概要欄の方書いてあると思いますので、チェックしてみてください。年内最後に一度ね見直してみてはいかがでしょうか。結構安く買えたりするので、これは本当おすすめのサイズ。こっちのデルタ2マックスとかは、でも長旅行く人は、僕的にはすごいおすすめ。そうですね、まあ冬もねやっぱり電気毛布はね使うからね。そうね、電力結構使うしね。ちょっと渋滞があったので先にご紹介しました。ということで、じゃあ行きますか。あそこの渋滞まみれに今から突っ込んでいくんです、行きましょう。やばいよ、もう金具が出てる。この渋滞に並んでいきますよ。もうあそこ並んでるの分かるんですけど、この道からさらにまた右に曲がっていくんですけど、多分ずっと渋滞ってことだと思われます。駐車場もね入れるかどうかちょっと分かんない感じなんですけど、まあ多分そのことによってこう並んでるんだとは思うんですよね。駐車場に入るにあたって動いてるんで、なんとかなるかもしれない。なんとかなるかな。諦めて私はこのマグロたくあんのおにぎりを食したいと思います。とりあえずまだ入れなさそうなんで、駐車場まで並びたいと思います。お願いします。なんか音楽聴く？適当に。到着やっと入れた。もう1時になる。11時に着いてたんだけど、2時間かかりましたね。こういうもんなんですね。皆さんにいつも来てもらっている方には感謝ですね。本当だよね。イベントにね。行きましょうか。とりあえずちょっとしか見れなくなっちゃったね。まあしょうがないね。舐めてたわ。知らなかった。で、なんか止めたのが第4駐車場ってとこで P4。すごい遠いところですね。そうね。に止めております。なんか視聴者さんによると、これも全然ありえることらしいよね。2回目ですっていう人もいたし、ここの駐車場がすごい歩くんだね。本当にその関係者で出る側で来てた時には気づくことができませんね。そうだよね。全然遠すぎて場所覚えとかないとな。まあ端っこ、あっちの端っこ行けばもう、そうだね、会えるね。めちゃくちゃ迷子になって無駄な動きしてたね。渡れるところあったのに、なんかあっちから渡ってきたね。めっちゃ遠回りになっちゃったよ。こんにちは、ありがとうございます。YouTube 覚えてます。ありがとうございます。去年あれお父さん冬ですよね。とりあえず無事に着きました。なんとか。フィールドスタイル雨率高くないですか？雨率高いよね。暑いな。びっくりじゃない？この気温。この11月のフィールドスタイルで暑いと思ったことがないからね。一番最初に外展示でシェビーを出した時に、出させてもらった時に来た時って寒くて、まあ風もあったんですけど、それ考えたらこの薄着ですよ。本当、俺このベストでもう暑いからね。暑いはず。ハルピンさんは一体何を買うのか。もうね、見たいところは決まってるところがあるんですよ。ちょっと入ってみてってなっちゃうかもしれないですけど、決めてるお店は1個ありまして。すごいね。すごい。会議室。事件は現場で起きてるんじゃない、会議室で起きてるんだ。逆だと思うけど。違うか。逆だったじゃない。今途中で気づきましたが、もう言い切りました。言い切る勇気を持ちました。ここや、ここや。あった。めっちゃ可愛い。ドメギさん。ここがお目当ての。お目当ての場所です。
どうしよう。これどれがでもなんかピンクが可愛いって思ってたんだけど、なんか実際に見てみたくて、なんかサイズとかゴールゼロだと、これなんです。全部ゴールゼロ専用なんですよ。これもいける。全部いけます。青も可愛いしピンクも可愛いけど、光が入ると色が変わるから。なるほどね。可愛い。おお、すごい。これめっちゃ可愛い。これね、今回新作でメロンの数字みたいなの入ってます。本当だ。加工になってるんですよ。こっちのものはこういう加工がされてるんで、さらに中だけは白黒でくるんですけど、その後にもう一手間、機械だったり手彫りだったりでやっていただいてるんで。で、元はこういう素材はこういう漆なんで、漆？これを木を使ってたりとか、これ与江町っていう日本で昔からある材料で、松の木なんですけど、油を多く含んでる木ですので、ちょっと赤い。これ木なんですけど、樹脂化されてるところで中から光が透過するようになってるので、その性質を使ったものが全部商品になってます。うちの特徴になってます。すごい。いや、これ可愛いな。ああいう筒みたいな。本当だ。こういうのはですね、可愛い。スタンドもありまして、置いたりする。USB にひっつくように磁石入れてます。うわ、可愛い。もうそれでこれは最強セット。もうゴールゼロ。これでこう置いとける、こういう風に。でも使えますし、テーブルの上に安定感出すためにスタンドあるので、置いても使える間接照明、インテリアにも。これもいろいろ。すごい。可愛いですね、キノコみたい。この青も試していいですか？すいません。1個に決めんのめっちゃ大変じゃない？ねえねえねえ。まだ入場10分ぐらいなんですけど。なんてコスパのいい人間なんでしょうか。いやいや、早すぎるだろう。もう決めてたの。1年間悩んでたの。もうじゃあ2万円いただけるなら、もうこれにしようと。もうこれしかない。まず絶対これ。いくらでしたそれ？1万2000円でした。1万2000円もう終わっちゃったんですか？10分で。なんだ、もっと選ばない。もうだってこれ1年悩んでて欲しかったから、これまた逃したら見れないし、なかなか、置いてる店舗がね限られてるんで、今日いっぱい取り揃ってる方なんだって。わかりました。でも幸せです今。はい、ということで、別日でございます。ただいまです。はい、ご覧の通り企画を設定しましたが、何にも巡ることなくハルピンはお目当てのものを買いましたので、終わりました。はい、ということで、何買ったんですか？こちらです。ドメギさんのランプシェードです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。でも全部使わなかったんですね、お金。そうですね。それでおいくらですか？1万2000円。インスタフォローしてると割引ってなってたので、私は結構前からフォローさせていただいてましたので、オフをしていただきました。で、1万2000円。はい。はい。おー！ケースもかわいい。じゃじゃん。かわいいです。箱に入ってる。開けます。はい。息止め。恋ホタルフュージョン。書いてあるよ。恋ホタルフュージョン。恋ホタル？なんだろう、恋ホタル。名前じゃないのこれの。この子の？かわいい名前だね。早く開けてよ。それじゃわかんないよ。じゃじゃーん。そうだ。すご。こちらです。すげえ。かわいい。白にしました。確かにかわいいわ。そう、白にしました。散々悩んだ挙句ね。こういう向きでつくんですけど、1個つけてみる？おー！かわいいです。結構ライトの光がこう投影されて、真っ白だったのがちょっと淡い
アイボリーみたいな。その木の部分もちょっと透けるんですね。ね、ここのね、木のところとレジンのところがあるんですけど。わあ、かわいい。この、キノコみたいなこの形も、わ、かわいいって最初思ったんですよ。コロンってしてて。いろんな形が出てるんですけど、もうね、1年越しの欲しかったこのドメキさんのシェードをゲットできて舞い上がっております。何も見る時間もなく、これが決まってしまったので、他のショップさんを全然見てないんですよね。はい。そんなフィールドスタイルでございました。まあ、ただその後にお会いしたかったアイタノさんとチャンネルイノバさんのブースに行って、皆さんにお会いできたので、竹めぐさんもお手伝いされてて、まあ、そこのブースに行くっていうのも一個の目的だったんですよね。はい。で、アイタノさんは初めましてでお会いできて、挨拶できたんで。はい。もう、お会いしたかったんで。で、みんなで写真撮れて、で、その後は、いつものオークのブースに行って、いつものベックさんとお話できたりとか、ベックさんがやってるノデルのブース、ちょっと見せてもらったら、10種類ぐらい出てて、なんかめちゃくちゃ人気になってたよね。すごかったです。展示ブース、たくさんの方がいらっしゃってて、賑わってました。ね。そんな、ベック先輩に使っていいよって、もらっちゃいました。すごい。これめっちゃ可愛かったやつ。めっちゃ可愛かったです。もう実は、2つも。可愛いなとずっと思ってはいたんですが。で、あとは足の部分を購入すればいいんですね。ああ、そうですね。この足がないから。まあ、それか、そうだね。足買わないとだね。かわいい。こんな感じです。すごい。こう、本当の木を使ってるんですよね。このね、外側に。なんかこの電気がついた時に柄がバッて見えるんですけど、消えてる時は、薄く見えてるけど、すごいその柄が出てるかって言ったら、はっきり出てるわけじゃなくて。そうね。あんまり見えてないっていう。こんな感じで。これ2個使ったらめっちゃ可愛くない？かわいい。やっぱこの木の風合いがさ、全く一緒じゃないから、そういうことか。よく見えたりすると。なんかクリスマスとかにも可愛い絶対。この白いのと。ここら辺を回ったら、もうフィールドスタイルが終わりましたので。もう出なきゃいけなくなりました。そうだね。ということで、今回こんな感じで終わってしまいましたが、まあ、ハルピンお目当てのものを変えたということで。本当に良かったです。今回すごい混雑してたなっていう印象でした。そうだね。車でね、もう入るところから渋滞していて、すごい入るのにも時間かかったし、お客さんがすごい賑わってるなっていう感じがしましたよね。去年とかよりね。帰りもね、すごい渋滞してたもんね。すごかったね。そんな今年のフィールドスタイルでございました。はい。ちょっとではございましたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい。またですね、キャンプの動画、車中泊の動画、旅の動画、作っていきますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。さよなり。あざした。あざした。留守番。留守番ふてくされくん。留守番娘たち。留守番娘たち。おいで、留守番娘。いい子だったよね。うん。見守りカメラによって見守られてました。